皆さんこんばんは。少し静かな時間をご一緒しませんか？目の前にある将棋盤、たった 9×9、81 マスの世界ですが、そこはまるで一つの小宇宙のようですよね。そしてその宇宙の中で何とも不思議な特別な輝きを放っている駒がいます。そうです。角行。今日はですね、この斜めの世界をただひたすらに支配する駒、その角行が秘めたとても奥深い物語を一緒にゆっくりと紐解いていければと思います。さて、まず最初に考えてみたいのは本当に素朴な疑問なんです。そもそもなぜ将棋の駒は斜めに進むんでしょうか。当たり前のように私たちはそのルールを受け入れていますけど、考えてみると不思議ですよね。実はこの斜めに進むというたった一つのシンプルなルールの中に、なんと幾何学の原理、そしてはるか昔の神話、さらには何百年という時間をかけたゲームの進化の歴史、そういったものが静かにでも確かに隠されているんですね。さあ、この謎めいた駒の秘密を一緒に探っていきましょう。将棋盤をですね、ちょっと見方を変えて、一つの座標、数学で習うような座標系だと考えてみると、これがまたすごく面白いんです。縦と横の、直線ですよね。この直線の世界を支配しているのがご存知飛車。だとするならば、この角行というのは対角線、つまり斜めの世界をたった一人で完全に支配している存在ということになります。まるで、そうですね、盤の上で働く2つの全く違う物理法則をそれぞれが司っている、そんな対等な支配者のように見えませんか？まずは、この駒がなぜそんな特別な存在なのか、そのアイデンティティから見ていくことにしましょう。はい、では最初のテーマです。角と龍馬の謎。その名前、そしてなった後の姿には一体どんな意味が込められているのか、一緒に探っていきましょう。まずは角行というその名前からですね。文字通りに読めば角を行くもの、そのままですね。でもここでちょっと考えてみると面白いことに気づくんです。将棋の他の駒、例えば飛車とか歩兵というのは実際の兵器だったり兵士の名前ですよね。とても具体的です。それに対してこの角行という名前はすごく抽象的じゃないですか。なんだか幾何学的な響きがしますよね。これはもしかすると将棋の原型にはこの駒が存在していなくて、後から日本でゲームが発展していく中で斜めにまっすぐ進むという全く新しい動きの駒が生まれた。その時にその機能をそのまま名前にした純粋な機能名だったんじゃないかなんて想像もできるわけです。ここでちょっとだけ寄り道をして文化的なお話に触れてみたいと思います。お手元にもし駒があれば見ていただきたいんですが、実は駒に書かれている角という漢字、2つの違う形があることにお気づきでしょうか。一つは私たちが学校で習う真ん中の縦棒が突き抜けている角、そしてもう一つは突き抜けていない、いわゆる略字体の角。一般的に格式の高い職人さんが作った高級な駒にはこの突き抜けている正式な書体が使われることが多いんですね。これはもう単なるデザインの違いというレベルではなくて、その文字が本来持っている力とか美しさとか、そういうものをとても大切にする日本の職人さんの心意気、文化の表れと言えるんじゃないでしょうか。さて、ここからがいよいよ本題のミステリーです。先ほど角は幾何学的な名前だという話をしましたよね。ではなぜその幾何学的な駒がなると馬になるんでしょうか。角と馬、どう考えてもつながりませんよね。この不思議な問いこそが私たちを将棋盤という小さな世界からはるか古代中国の壮大な神話の世界へと誘ってくれるんです。角行がなった姿、それは龍馬ですね。これはですね、私たちが知っている普通の馬では全くないんです。これは水獣と呼ばれる古代中国の伝説にだけ登場するとても神聖な幻の獣なんですね。水獣の水はめでたい印という意味です。つまり水獣というのはとても徳の高い優れた王様が世の中を治めている、そんな平和で幸運な時代にだけ人々の前に姿を現すと言われている、まさに吉兆の象徴だったわけです。この龍馬には古代中国のこんなに美しい伝説が残されています。昔々、福義という偉大な聖なる王様が黄河のほとりで物思いにふけていたそうです。するとその水面から一体の不思議な獣が現れた。頭は龍、体は馬、そう龍馬です。そしてその背中には今まで誰も見たことのない不思議な模様が描かれていたといいます。
これこそが伝説の加藤。福木はこの加藤を読み解き、宇宙の真理や設計図ともいえるあの有名な異教の八卦を発明したと伝えられているんです。つまりリューマというのは単に強いとかそういう力だけの存在ではないんですね。宇宙の秩序そのもの、そして文明の始まりを象徴する非常に知的な聖なる獣だったというわけです。ここでもう一方の主役、飛車がなる竜王と比べてみると、この2つの駒が持つ意味の違いが本当にくっきりと見えてきます。竜王というのは、水を司り嵐を呼ぶ竜の王ですから、自然の荒々しい力、つまり武力の象徴です。それに対して今お話しした竜馬は、文明や知恵をもたらす、いわば知性の象徴。武の竜王と文の竜馬、この2つが将棋盤の上で揃うというのは、まるで力と知恵、その両方を兼ね備えた理想的な王者の姿を盤上で表現しているかのようにも思えて、なんだかロマンがありますよね。さて、ここまで神話の世界を旅してきましたが、今度はぐっと時間を遡って現実の歴史の旅に出てみたいと思います。この閣業という駒が一体いつどのようにして生まれ、そして今の姿へと進化してきたのか、その本当に長い旅路を一緒にたどってみることにしましょう。これ本当に驚くべきことなんですが、実は日本で一番古いとされる平安時代の将棋には閣業は存在しなかったんです。盤上は一歩一歩進む駒ばかりのとてもゆっくりした世界だったんですね。閣業が歴史に初めて登場するのは、盤がぐっと大きくなった鎌倉時代の大将棋。ここで飛車と一緒に新しい戦力としてデビューします。ただその後の道のりはかなり複雑でした。例えば大々将棋というものではなぜか鳴ることができなかったり、また別の将棋ではなんと金将になっていたという記録もあるんです。これ面白いですよね。つまり当時の人たちにとっては、遠くから攻撃できる角よりもいざという時に近くで守ってくれる金将の方が価値が高いと考えられていたということなんでしょうね。そして時代は16世紀、将棋のこの閣業の運命を根底から永遠に変えてしまうある大革命が起こるんです。その革命というのがこの持ち駒というルールです。相手から取った駒を自分の戦力として使えるというルールですね。これは世界中にチェスの仲間と言えるゲームはたくさんありますけど、日本の将棋だけが持つ本当に独創的な素晴らしい発明なんです。一度取られた駒が盤上から消えてなくなるんじゃなくて、生まれ変わって自分の駒として盤上の好きな場所に再び配置できる。このルールが生まれたことで、閣業はそれまでの単なる遠くから打つ大砲という役割から盤上のどこにでも現れることができる、まさに真で鬼没の魔術師へと生まれ変わったんです。この閣業の特殊性を理解するために、西洋のチェスにあるビショップと比べてみると、その違いが本当によくわかります。チェスのビショップも閣業と同じで斜めに進む駒です。でも決定的な違いがいくつかある。まず一度取られたらもうそのゲームには戻ってこれません。そしてもう一つ大事なのが、例えば白いマスを進むビショップはゲームが終わるまで永遠に白いマスしか進めないんです。黒いマスには絶対にいけない。いわば色の牢獄にとらわれているんですね。でも将棋の閣業は違います。先ほどの持ち駒ルールがあるおかげで、一度取られればこの色の束縛から完全に解放される。そして盤上のどこにでも好きなマスに再登場できるんです。これこそが将棋の閣業をあれほどまでに強力で、そして柔軟な駒たらしめている最大の秘密なんですね。さて、神話そして歴史と旅をしてきましたが、ここからはいよいよ現代の盤上、つまり戦略の世界に目を移していきましょう。歴代の名人、天才と呼ばれる棋士たちがこの閣業という駒の力を一体どのようにして最大限に引き出し、時にはまるで芸術のような一手を生み出してきたのか、その戦略の真髄に少しだけ触れてみたいと思います。将棋を指す方なら一度は聞いたことがあるかもしれません。最初の格言は角の頭は丸い。これは閣業という駒が持つたった一つのしかし致命的な弱点を実に見事に言い表しています。斜めには盤の端から端までどこまでも利きが届くのに、なぜか真ん前の一マスだけは全く効いていないこの四角。これこそが角を攻める時も逆に自分の角を守る時も全ての基本になる、いわば大原則なんですね。弱点の次は強みについての格言です。
遠見の角に皇帝あり。これは協業の最大の武器であるその長い射程距離をどう生かすかという教えですね。戦いが起きている場所からあえて遠く離れた知人の隅っこに角を配置する。そこからまるでスナイパーのように相手が全く気づいていない王様の急所をたった一手で狙い撃つ。これは決まると本当に美しい相手の意表を解く一手になります。この角の戦術をまさに芸術にまで高めた達人たちがいます。まず昭和の時代に燦然と輝く巨人、増田由久さん。彼はそれまでどちらかというと受け身で使われることが多かった角を積極的に攻めに使う振り飛車戦法の中で攻撃の主役へと生まれ変わらせたまさに革命家でした。そして現代の天才羽生善治さん。彼の寿司将棋は羽生マジックと呼ばれますが、その中には人間の常識や計算では考えられないような息を飲むほど美しい角の捨て駒が何度も登場します。そして AI の時代、現代の将棋 AI は私たち人間に全く新しい価値観を教えてくれました。それは角というこれだけ価値のある台駒を見返りを求めずにただで捨ててしまう手、正してです。そうすることで手番という次の一手を指す権利、つまり時間的なアドバンテージを得る方が駒の損得よりも重要なんだという考え方ですね。そして成った後の龍馬の使い方について、これはもう絶対に覚えておきたいというくらい重要な格言があります。それが龍は敵陣に、馬は自陣に、竜王は敵陣で、龍馬は自陣で使えという意味ですね。どういうことかというと、竜王は元々の飛車の動きに加えて斜めにも動けるので、その圧倒的な突破力で敵陣の奥深くで大暴れさせるのが一番効果的だと。一方で龍馬は少し違う。元々の角の斜めの利きに加えて縦と横にも一歩ずつ動ける。この能力は攻めよりもむしろ自陣の王様の近くに引きつけて使うことで、金や銀何枚にも相当するまさに鉄壁の守備力を発揮するんだと言われているんです。さて、神話から始まり歴史、そして戦略と格銀をめぐる長い旅をしてきましたが、そろそろその探求も終わりが近づいてきました。最後にこれまで見てきたことすべてをもう一度心の中に思い浮かべながら、この格銀という駒の本質とは一体何なのかということを一緒に静かに考えてみたいと思います。ここで少しだけ数学的なお話をさせてください。パリティ、日本語で言うと偶起性という考え方です。難しく考えなくて大丈夫です。将棋盤を白と黒の市松模様、チェス盤のように塗られていると想像してみてください。さて、各画が例えば白いマスからスタートしたとします。斜めにしか進めないわけですから、次に動けるのもその次も全部白いマスですよね。黒いマスには絶対に移動できないんです。これはつまり、なる前の角画という駒は盤の半分、もう半分の世界には永遠にどうやってもたどり着けないという幾何学的な牢獄に実は収われているということなんです。ですが、そう、将棋にはこの幾何学の牢獄をいとも簡単に破ってしまう魔法が存在します。もうお分かりですよね。何度も出てきているあの持ち駒というルールです。相手から角を取る。そして今度は自分の駒としてさっきまでいたのとは違う色のマスに、つまり本来は絶対にいけないはずのマスにその角を打つ。この戦法を筋違い角と言います。相手からすればまさかそこから角が飛んでくるなんて計算上ありえないわけですから、これはとんでもない奇襲になります。これこそチェスには絶対に真似のできない将棋だけが持つダイナミズムのまさに源泉なんですね。こうして改めて振り返ってみると、たった一つの格行という駒がいかに多くの、そして多様な要素が融合してできているかがよくわかります。その名前は純粋な気学学。その変身した姿は遥か古代の神話。それが盤上に現れるまでの長い道のりは日本のゲームの歴史そのもの。そして名士たちが盤上で繰り出すその一手はもう芸術と呼ぶほかありません。この長い探求の最後に聞いてくださっているあなたに一つ問いかけてみたいと思います。次にあなたが将棋盤の前に座るとき、そして何気なく初手で角の道を開けるために歩を一つ静かに前に進めるとき、そのたった一手の中に今日お話ししたような幾何学と神話、そして歴史という壮大な物語が息づいていることを少しだけ思い出してみてください。その時、あなたのその一手は盤の上に一体どんな新しい物語を紡ぎ出すのでしょうか。さて、静かな知の探求、本日はここまでといたしましょう。
またいつか別の物語の世界でお会いできれば幸いです。